り解説。泣ける、笑える、踊れる、おすすめインド映画ランキングベスト10。ねえマリサ、インド映画ってどうしてこんなに魅力的なの？最初はダンスと歌が多いのに、次第に感動して涙が出てきちゃうんだよね。それがインド映画の面白いところなんだぜ。インド映画は感情を大事にしていて、笑ったり泣いたり、時にはダンスで心を表現するんだ。だからこそ、誰でも楽しめるんだよ。そうなんだ。確かにインド映画って、常に感情の起伏があって面白いよね。でも、どんな作品が特に人気があるの？今回は泣けて笑えて踊れるおすすめインド映画をランキング形式で紹介するぜ。まずはインド映画の中でも特に評価の高い10作品を見てみよう。楽しみ。どんな映画が入っているんだろうね。それじゃ、早速紹介するぜ。第10位、恋する輪廻、オウム、シャンティ、オウム。マリサ、インド映画の中で恋する輪廻オウムシャンティオウムって聞いたことあるけど、どんな話なの？これはな、シャールク・カーンが主演の超有名な作品なんだぜ。1970年代の映画業界を舞台に、愛と復讐が絡み合う壮大な物語が展開されるのが魅力なんだ。輪廻転生というテーマを使って、前世の無念を来世で晴らそうとする展開が面白いんだよ。前世と来世の話なの？それってかなりスケール大きいね。ああ、かなりドラマチックだぜ。前世で殺された主人公が来世で生まれ変わって、再び運命の相手と巡り合うんだけど、そこから過去の悲劇の真相に迫っていくんだ。単なる恋愛映画じゃなくて、サスペンス要素もあって引き込まれるんだよ。ロマンチックだけじゃなくて、ミステリーっぽさもあるんだね。しかもダンスもあるでしょ？そこがインド映画らしいポイントなんだぜ。この映画の見どころはなんといっても豪華なミュージカルシーン。特に D1 ギ D1 ギって曲のシーンは圧巻で、当時の大スターたちが総出演してるんだ。それだけでも見る価値あるのぜ。それはすごいね。まさに夢の共演って感じ。じゃあシャールク・カーンの演技も見応えあるの？もちろんだぜ。彼の演技は感情の振れ幅が大きくて、見てるこっちまで感情移入しちゃうくらいなんだよ。笑いあり、涙ありで、エンタメとして完成度が高い映画だな。そういえば、この映画、日本では2013年に公開されたんだよね。その通りだぜ。2013年3月16日に劇場公開されて、キャッチコピーは何度生まれ変わっても、また君に恋をするだったんだ。とても印象的なフレーズだろ？とってもロマンチック。そして、公開初週の映画満足度ランキングで1位を獲得しているって聞いたけど、本当にすごいよね。ピアノ調査で公開初週に満足度ランキング1位を取ったんだ。観客の反応も大変良かったってことだよ。第9位、ムトゥ、踊るマハラジャ、1995。マリサ、次は、ムプ踊るマハラジャって映画だね。この映画、よく名前を聞くけど、どんなストーリーなの？これは1995年に公開された超大ヒット映画だぜ。インディアンダンス映画の金字塔って感じで、映像と音楽がすごく華やかなんだ。ダンス映画なんだ。でも、どんな物語が描かれているの？物語は、ムツという家政婦が主人公で、彼が運命に翻弄されながらも、愛と忠義を貫く姿を描いてるんだ。でも、単なるダンス映画じゃないぜ。ムプの冒険と愛のストーリーもあって、見応え満載なんだ。なるほど、愛と冒険の話なんだね。でも、やっぱりダンスシーンが一番気になるな。ああ、インド映画ならではのダンスがもう最高なんだ。ムプ役のラジニカーントが踊るシーンは、まさに圧倒的。特に、オラケイサラカサバっていう曲のシーンがファンの間では伝説になってるんだ。それは見逃せないね。でも、何がそんなに特別なんだろう？ムプが踊ると、周りの空気が一気に変わるんだよ。彼の踊りには、感情が込められていて、ダンスを通して彼の心情が伝わってくるんだ。まさにエンターテインメントの王道だな。それに、ラジニカーントってすごく人気のある俳優なんだよね。そうだぜ。ラジニカーントはインド映画界のスーパースターで、ムプのような作品でさらに伝説を作ったんだ。彼のカリスマ性が映画に命を吹き込んでるんだよ。そういえば、この映画、
日本では1998年6月に公開されたんだよね。どんな反響だったの？その通りだぜ。日本ではザナブーが配給して、渋谷区のシネマライズで単館上映されたんだ。観客動員数は25万人を記録して、大ヒットしたんだよ。すごいね。それだけ観客を引きつける力があったんだ。それだけじゃないんだ。この映画の公開以降、インドへの日本人観光客が増加したり、南インド料理店が日本で増えたりしたんだよ。ムプが日本文化に与えた影響は本当に大きかったんだ。第8位、パドマーワと女神の誕生、2018。マリサ、次はパドマーワと女神の誕生だね。これはどんな映画なの？この映画は、実在のインドの女王パドマーワテを描いた壮大な歴史映画だぜ。美しい映像美と圧倒的なスケール感が特徴的なんだ。実在の人物がモデルなんだね。でも、どうしてそんなに話題になったんだろう？それは、ただの歴史映画に止まらない壮大な女子史的な物語が展開されているからだな。パドマーワテは、国のために戦う女性の象徴として描かれているんだ。女性の強さがテーマになっているんだね。でも、歴史的な背景や戦いが描かれている映画だと、どうしても戦争シーンが多くなるんじゃない？実際に映画には壮大な戦闘シーンもあって、まるで古代の戦争映画を見ているような気分になる。でも、それだけじゃなくて、パドマーワテの美しさと賢さ、そして国家への献身が物語を引っ張っていくんだ。なるほど。そのパドマーワテを演じたディーピカー・パーブコーンの演技も注目されているって聞いたけど？彼女の演技は圧巻だよ。特にパドマーワテの内面を深く掘り下げた演技が素晴らしいんだ。ディーピカーの存在感が、映画全体を引き締めているんだ。それに、映像美にもこだわりがあるんだよね。そうだぜ。この映画は映像が本当に美しいんだ。カラフルな衣装、豪華なセット、そして荘厳な風景が次々と現れて、目を見張るシーンが多いんだ。音楽もすごく感動的で、視覚と聴覚で物語を堪能できるんだよ。第7位、巡り合わせのお弁当、2013。マリサ、巡り合わせのお弁当って映画、どうしてこんなに人気があるんだろう？この映画はサージャンとイラの二人の主人公の心の交流を描いた作品なんだ。イラは毎日、冷え切った関係にある夫ラジーブにお弁当を作って、ダッバーワーラーに頼んで届けてもらっているんだけど、ある日、弁当が誤ってサージャンに届いちゃうんだ。それがきっかけで二人の心が繋がるんだね。サージャンはどういう人物なの？サージャンは、妻を亡くし、退職を控えた会計士だぜ。彼は後任にシャイクという部下への引き継ぎを進めながら、イラとの手紙のやり取りを通じて、少しずつ心を開いていくんだ。サージャンとイラが手紙を通じて心を通わせていくんだね。でも、何がそんなに特別なんだろう？この映画の魅力は、食べ物を通じて伝わる感情だな。イラがサージャンに送る手紙や感謝の言葉が、どんどん二人の関係を深めていくんだ。お弁当を通じて、言葉では伝えられない気持ちを表現しているんだよ。それがこの映画の食べ物で繋がる心ってことなんだね。実はキャッチコピーは、まだ見ぬあなたへなんだ。映画全体が、まだ見ぬ相手に伝える思いで溢れているんだよ。それにしても、サージャンがイラに送った手紙やその後のやりとりって、すごく深い意味があるんだね。その通りだぜ。二人の交流が進むにつれて、お互いの孤独や苦しみが共有されていくんだ。イラは、夫の浮気を知って関係を修復しようとするけど、最終的には自分を大切にする決断をするんだ。それに、サージャンも心変わりしてイラを探しにムンバイに戻るんだよね。そうだな。最終的には、二人はお互いのことを思い続けていたということがわかるんだ。イラはブータンに移住する決心をし、サージャンは彼女を探してムンバイに戻るという切ない結末が待っているんだ。第6位、RRR、2022。マリサ、次は RRR だね。この映画、すごい話題になってるよね。これはインド映画の歴史を変えたと言っても過言じゃないぜ。アクション、音楽、ダンス、そして友情が詰まった超大作だ。監督は SS。ラージャマウリで、
彼は、バーフバリシリーズで知られるインド映画界の巨星だ。そんなにすごい監督なんだ。でも、どんなストーリーなんだろう？物語は、実際の歴史を元にしたフィクションで、二人の英雄の友情を描いているんだ。彼らはインド独立運動の象徴とも言える人物で、リームラージュとボームラオという二人が主人公だ。独立運動が背景になってるんだ。でも、どうして二人の友情が描かれるんだろう？その二人が、最初は敵同士として出会うんだ。リームはイギリス帝国の支配に抗う革命家で、ボームはイギリスに奪われた妹を救おうとする青年なんだ。二人が敵対しているって、かなりドラマチックだね。そうだろ？でも、最終的には共に手を組んでイギリス帝国に立ち向かうんだ。友情と信念が物語の軸になっていて、感動的なんだぜ。それに、アクションシーンもすごいって聞いたけど？アクションシーンは圧倒的だよ。特に、リームとボームが戦うシーンなんかは、まさにインディアアクションの極致だ。観客は息を飲むようなシーンが続いて、まさに映画の世界に引き込まれるんだ。映像とアクションがすごく迫力あるんだね。その通りだ。しかも、この映画にはダンスシーンも欠かせないんだ。インディアンダンスの華やかさとリズムが映画をさらに盛り上げているんだよ。音楽も重要なポイントなんだね。ああ、音楽は映画のテーマにぴったり合っていて、特に、ナープナープという曲が大ヒットしたんだ。見る者に元気を与えてくれる歌だぜ。見る者を引き込む要素がたくさん詰まった映画なんだね。その通りだ。RRR はインド映画の新たなスタンダードを作り出した作品だと言えるんだぜ。第5位、マッキー、2012。ねえマリサ、マッキーって変わったタイトルの映画だけど、どんな内容なの？全然想像できないよ。レイム、これはなかなか衝撃的な映画なんだぜ。なんと、主人公のジャニが悪人に殺された後、ハエに転生して復讐するっていう前代未聞のストーリーなんだ。ハエに生まれ変わるの？インド映画ってすごい想像力だね。でも、それってギャグなの？それとも感動系？確かに設定だけ聞くとコメディみたいだけど、実は結構感動できる作品なんだ。ジャニはヒロインの貧乏に片思いしてる素朴な青年なんだけど、彼女を狙う金持ちの実業家スディープに邪魔者として殺されてしまうんだ。ひどい。でもハエになってどうやって復讐なんてするの？身体の大きさが違いすぎるよね。そこが見どころなんだ。ジャニはハエになっても人間だった時の記憶を持ってて、スディープにちょっかいをかけるだけじゃなく、貧乏と協力して彼の命を脅かすほどの仕掛けを作っていくんだぜ。虫一つで人間を追い詰めていくっていう構成がとにかく痛快なんだよ。へえ、貧乏も協力するんだね。彼女はジャニがハエになったって信じるの？最初はもちろん信じないけど、ジャニの合図や行動に心を動かされて、やがて真実を理解していくんだ。貧乏は芸術家で道具を作るのが得意だから、罠を仕掛けるパートナーとしては完璧なんだよ。彼女の手助けがなかったらジャニの復讐は成功しなかっただろうな。なんだかラブストーリーとしても素敵だね。ハエになっても愛は生き続けるってことか。その通りだぜ。映像も凝ってて、ハエ視点のカメラワークがユニークだし、CG もクオリティ高いんだ。アクションも笑いも感動もあって、こんな映画他にないって感じだな。インド映画の底力を見せつけられるぜ。そんなに面白いなら見てみたいな。ハエになっても諦めないって、勇気もらえる気がする。そうだな。マッキーは突飛な設定の中に、命の尊厳や愛の力、そして諦めない心が込められた、まさに唯一無二のエンターテインメント作品なんだぜ。第4位、ダンガル、きっと、強くなる、2016。次は、ダンガルきっと、強くなるって映画だね。タイトルからしてスポーツ系の映画っぽいけど、どんな内容なの？これは実話を元にした感動作で、元レスリング選手の父親とその娘たちの物語なんだ。主人公のマハビル・シン・フォーガットは、かつてインド代表を目指していたレスラーなんだけど、生活のために夢を諦めるしかなかった。夢を断念したお父さんが主人公ってちょっと切ないね。でも娘たちが関わってくるの？そうなんだ。最初は男の子を授かって、自分の夢を託すつもりだったけど、
何人産んでも女の子ばかり。でもある日、娘のギータとバビータが男の子に喧嘩で勝ったのを見て、娘たちにレスリングを教えようと決心するんだ。それって当時のインドでは珍しいことなんじゃない？女の子が格闘技やるなんて。まさにそこがポイントだぜ。保守的な村社会では女の子がレスリングなんて前代未聞。しかもマハビルは超スパルタで、娘たちは坊主頭にされて毎朝特訓されるんだ。でも、父親は本気で彼女たちを世界に通用する選手に育てようとしていたんだよ。厳しいけど、愛があるってことだね。それで、娘たちはどうなるの？長女のギータはやがてナショナル大会で優勝して、インドの強化選手として合宿に参加するようになる。でも新しいコーチと父のやり方が違って、ギータは父親と衝突するんだ。父と娘の信念のぶつかり合いが、見ているこっちまで胸に迫るぜ。なるほど。ただの成功ストーリーじゃないんだね。父と娘の関係にも焦点が当たってるのか。その通り。しかも物語のクライマックスでは、ギータが国際大会で金メダルを目指して戦う姿が描かれていて、ラストは誰もが涙ぐむような展開になってる。父親の教えと娘の成長が見事に交差するんだよ。見たくなってきた。強くなるって、筋力とかだけじゃなくて心の強さも描かれてるんだろうね。ああ、タイトルのきっと、強くなるってのは、そういう意味も込められてるんだぜ。家族、信念、ジェンダーの壁、全部を乗り越える姿が、たくさんの人に勇気を与えてる作品なんだ。第3位、バーフバリ、伝説誕生、2015。マリサ、次はバーフバリ伝説誕生だね。この映画ってすごく有名だよね。ああ、インド映画史に残る超大作だぜ。王道のスペクタクルで、神話と歴史が融合したような世界観が特徴だ。まさにインド版キングダムと言ってもいいくらい壮大なんだ。そんなに壮大な話なの？どういう物語なのか気になるな。物語は、滝の下で育った青年シブブが、自分の出生の秘密を求めて旅立つところから始まる。彼は実は伝説のオーバーフバリの息子で、奪われた王国と母を取り戻す使命を背負ってるんだ。本人も自分の出自を知らないまま育ったの？それってすごくドラマチックだね。ああ、彼の運命が少しずつ明らかになる過程が熱いんだ。しかも映像がとにかく美しくて、アクションや戦闘シーンは本気で鳥肌ものだぜ。戦争、要塞、滝のシーンなんかは CG と実写が融合してて、まるで描き物を見ているようなんだ。そんなに映像がすごいんだ。でもインド映画って言うと踊りのイメージが強いけど、この映画にもあるの？もちろんあるぜ。でも、この映画では踊りが単なるショーじゃなくて、ストーリーに組み込まれてる、愛の告白や忠誠の表現として登場するから、自然に受け入れられるんだ。しかも音楽がまた壮大で、シーンを盛り上げる力がすごいんだよ。映像も音楽も壮大で、しかも物語まで熱いって、最強じゃん。ほんとその通り。主演のプラバースはバーフバリを演じてるんだけど、彼の存在感とカリスマ性が半端ない。王としての威厳と人間味を同時に持ってる感じがして、観客の心を掴んで離さないぜ。じゃあ戦闘シーンもリアルで見応えあるの？あるどころか、もう映画館で見たら口が開いたままになるレベルだな。矢を撃ちまくるシーンも、巨大な鎖を使って城をよじ登るシーンも、常識を超えてる。でもそれが変に浮いてなくて、きちんと物語に溶け込んでるんだ。なるほど、誇張表現なのに感情に刺さるってすごいね。見終わった後に伝説って言葉がしっくりくる感じかも。そう、まさに伝説誕生ってタイトルにふさわしい物語なんだ。派手なだけじゃなく、家族愛、裏切り、正義っていう普遍的なテーマが詰まってて、インド映画初心者にも超おすすめの一本だぜ。第2位、バジュランリおじさんと小さな迷子、2015。マリサ、次はバジュランギおじさんと小さな迷子だね。タイトルだけでも心が温まりそうだけど、どんな映画なの？これはインド映画の中でも屈指の感動作だぜ。宗教や国境を超えた無償の優しさと信念を描いていて、多くの人に涙を届けた作品なんだ。感動系なんだね。でも、どんなストーリーが展開されるの？物語は、
パキスタン出身で言葉を話せない6歳の少女シャヒーダーが、インドに迷い込んでしまうところから始まるんだ。彼女はヒマラヤの山中で迷子になってしまい、たまたま出会った誠実でお人よしな男性、バジュランギに助けられる。インドとパキスタンって、宗教も政治も複雑な関係だよね。その通り、バジュランギは敬虔なヒンドゥー教徒で、最初はシャヒーダーがムスリムだと知って少し戸惑うんだけど、それでも彼は少女を家族の元へ送り届けるって決意するんだ。しかも、インドからパキスタンに密入国するという、とんでもない行動をとるんだぜ。それってめちゃくちゃ危ないじゃん。でも彼女のためにそこまで？そう。バジュランギは正直者で嘘がつけない性格なんだけど、その誠実さが逆にいろんなトラブルを呼ぶんだ。だけど、彼の優しさとまっすぐな思いに、周囲の人間もだんだん心を動かされていくのがこの映画の魅力なんだよ。宗教も国境も関係なく、人の心が通じ合うって素敵な話だね。そうなんだ。パキスタン側でも、バジュランギの行動を見て味方してくれる人が出てきたり、メディアが取り上げたりして、徐々に国を越えた絆が形成されていく。ラストシーンなんか、涙腺崩壊ものだぜ。うわぁ、絶対泣いちゃうやつだね。でも、子供と大人が心を通わせる映画って、なんでこんなに感動しちゃうんだろう？それは、純粋な気持ちが伝わるからだと思うぜ。シャヒーダーは一言も話せないけど、その目と行動で全てを語ってるし、バジュランギも言葉以上に行動で誠意を見せてるんだ。見ているこっちも自然と心を動かされるんだよ。音楽とか演出もやっぱり盛り上げてくれるの？ああ、インド映画らしく音楽も感情を盛り上げる重要な要素だな。中でもプジョミラって曲は、二人の絆を象徴する名曲として多くの人に愛されてるんだ。映像と合わせて聞くと、涙が止まらなくなるぜ。国とか宗教とか全部飛び越えて、ただ人と人として向き合う話なんだね。その通りだぜ。バジュランギおじさんと、小さな迷子は、世界中の誰が見ても心が温かくなる奇跡のような映画なんだ。第1位、きっと、うまくいく、2009。とうとう第1位だね、マリサ。タイトルは、きっと、うまくいく。これはインド映画の中でもダントツの知名度だよね。その通りだぜ、レイム。きっと、うまくいくはインド映画の金字塔って言ってもいい名作だ。笑えて泣けて、しかも社会的メッセージまで込められてる。まさにフルコースの一本だな。そんなに全部入りの映画なの？どんな話なのか気になるなぁ。物語はエリート工科大学に通う3人の学生、ランチョウ、ファルハーン、ラージューの青春と再会を描いた構成なんだけど、基本は大学時代の回想を軸に進んでいくんだ。回想ってことは、大人になった後に再会するっていう流れなの？そうだ。ある日、大学時代の仲間がランチョウを探そうってことになって、そこから過去を思い出す形で話が展開していくんだ。ランチョウは型破りな天才で、詰め込み教育や競争主義を痛烈に批判するキャラなんだよ。教育のあり方がテーマなんだね。でもインドって学歴社会のイメージあるけど、そういうところも描かれてるの？めちゃくちゃ描かれてるぜ。特に校長のビルス校長、通称ウイルスとの対立が象徴的で、学生たちがどうやって自分の夢と社会のプレッシャーの間で苦しむかがリアルに描かれてる。自殺とか家族の期待とか、重いテーマも出てくるけど、コミカルな演出で絶妙にバランスとってるんだ。重いテーマなのに笑えるってすごいね。それって役者の力も大きいの？ああ、主演のアーミル・カーンがランチョウを演じてるんだけど、当時40代なのに大学生役をやってるってのも話題になった。でも全然違和感がないくらい、生き生きしてるんだ。彼の笑顔とセリフの説得力が物語全体を引っ張っていくんだよ。印象的なセリフとかあったりする？もちろん、最も有名なのが R is well ってセリフだな。これはきっと、うまくいくって意味で、困難な時こそ心に言い聞かせる魔法の言葉として何度も出てくる。見てる人の心にも残るフレーズなんだぜ。ああ、それ聞いたことある。思わず口にしたくなるよね。見終わった後にポジティブな気持ちになれそう。まさにその通り。この映画は教育制度への風刺でありながら、自己肯定感を高めるメッセージも込められていて、
世界中の若者に刺さったんだ。インドだけじゃなく、世界各国で大ヒットしたのも納得の完成度だぜ。見たら人生変わっちゃいそうな映画だね。それが1位なのも納得。だろ？きっと、うまくいくはインド映画の枠を超えて、どこの国の人にも通じる普遍的なテーマを描いてるんだ。迷った時こそ見るべき映画、それがこの作品なんだぜ。総評、まとめ。いやー、どの映画も本当に魅力的だったね。泣いたり笑ったり、最後には思わず踊りたくなっちゃうくらい元気になれる作品ばかりだったよ。だろ？インド映画って、ただの娯楽じゃなくて、人生の大切なことを教えてくれる作品が多いんだぜ。感情の触れ幅が大きくて、見ているこっちまで全力で生きてる気分になれるんだ。しかも、ジャンルが幅広いのに全部に共通して人間の本気の感情があるって感じがした。そうそう。ラブストーリー、復讐劇、歴史対策、教育問題、社会の壁、どれもインドならではの背景を活かしながら、見る人の心にまっすぐ届く。そこが世界中で評価されてる理由なんだろうな。今日紹介された映画、どれも見てみたくなったよ。どこから手をつけようか迷っちゃうな。迷ったら、まずは、きっと、うまくいくを見てみな。見終わった頃には、きっと R イズウェルって口ずさんでるぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。